じゃあお先どうぞ。そうそう。失礼します。お願いします。お願いします。じゃあ運転手さんちょっと後ろの車に追われてください。お願いします。前の車を追ってくださいじゃなくてね。この運転手さん、何かあるよねこの人。いやなんかちょっと不思議な方ですよねこの運転手さんね。そうもう、絶対無口やねんけど、心の中にいろんなものを抱えてるような感じの人やねこの人ね。早速もうカウンセリング発揮してますか？いやだって顔とこの肩口が全然違うもん。肩口っていうのは肩口がものすごい怒ってんねんけど、顔はすごくこの童顔、こういう人はあんまり言いたくないんですけど、本当は話を聞いてみたい。衝動に駆られるよね。今これ本人が前で聞いてますけどね。運転席で運転手さんどう思ってるのかってところです。お前ね、普段タクシーとか乗られるんですか？もうしょっちゅう乗りますよ。あ、そうなんだ。タクシー便利じゃないですか。まあね、僕ねでも結構電車派なんですよ。あ、そうなんですか。いやでもあれでしょ、朝8時とかは乗らないでしょ。いやまあでもやむを得ず。わあすごい。なんかねタクシー結構車酔いしやすくて。そうなんや。そう車酔いしやすいのと、あとやっぱ高いじゃないっていうので。まあね、高いのは高い。そうだったらまあ、お金払ってまで車酔いすんのやったらもう電車乗った方がええんちゃうかみたいな。タクシーって10分かそこらでしょ。それでもクラッとくるんですか？なんかね合わない時とことん合わないんですよね。運転手さんとかその運転の仕方とかの相性にもよるんでしょうけど。わかるわかる。でもそうか、ほんならちょっと自律神経が乱れやすいっていう感じでね。でもそれはありますね。気象病とか。僕もありますよ。月に1回ぐらいね、実はね立てない日がある。そのレベルで？しかもそうなんですよ。普段は元気ですよ。でも月1回ぐらいはもうどうしようもない時あるんですよ。それは立ちくらみみたいなことなんですか？いわゆるめまい、それからこうどういったかムカムカするっていう感じですよ。胃というか内臓が、まさにその車酔いみたいな形でもう全然立てない時あります。それは前日ちょっとハメ外したなとかでもなく？やっぱりね睡眠不足の時ですよ。やっぱそうですね。もう今やね精神科医はね何を言ってるか言うたらね、とにかくね睡眠をとれっていうことしか言わない。こんなことでよう寝なさいと。ほんまに同業の人が怒られるかもしれへんけどね、結局シンプルなとこに落ち着きつつありますよね。ちゃんと寝ろ、朝からちゃんと光を浴びろ、日の光を浴びろ、そうすると健康がかなり保たれるよみたいな。それでねよう聞くんですよ僕もこの頃あんまりその診療とかしてないんやけど、大学なんかでね、ほんならねほとんどの人ねちゃんと出てなくて、ちゃんと朝から光浴びてない人ばっかりなの。今だってスマホとかパソコンがもう普及してるじゃないですか。24時間遊べちゃうじゃないですか。ゲームとかもそうだし、名越先生も今ゲームめっちゃやってるじゃないですか。いやもうそうなんですよ。もうゲームやってるし、それでたくさんの人の夜の時間を奪ってるのじゃないか。そうですよね。だから YouTube に上げてるがため、名越先生の YouTube 見るために夜更かししてる人ももしかしたらいるかもしれないですけど、ね。でまずそれが例えば30分上げたとします、それを皆さんは15分とか20分でちょっとね、速度上げてみます。倍速とかに、そうほんなら20分ぐらいいいじゃんと思うけど、そこでスイッチついたら次となるでしょ。まあ見ちゃいますね。僕も2時間ぐらいあっという間だもん。やっぱ見る側でもあれはちょっとな、どうなんだろうなと思うんやけどな。どんなもんが自分が好きなものが流れてくるでしょ。そうですね。その AI がやっぱこれおすすめだよってレコメンドしてくるんで。それどんなのが多いんですか？僕ですか？僕でも結構そのゆる言語学ラジオっていうラジオがあって、前言語学って言ってた。そういえばそう前一緒に飲みに行った時あったじゃないですか。その時にも多分話したと思うんですけど、その辺のゆる学とチャンネルみたいなのがあって、ゆるくそれは哲学とか、言語学とかコンピューターサイエンスとか、そういうのについて最近の書籍をこう引用しながら喋ってくるみたいなチャンネルがあるんですよ。賢くなっていくやん。いやでもなんか本当付け焼き場みたいな知識ですけどね、こっちは別に何の
アカデミシャンでもないんでこっちは。なんで言語学にそんだけ興味持ったんですか？僕それ前聞けへんかったわ。あれもやっぱり役者がそもそも好きだった、お芝居がそもそも好きだったっていうのもあるんで、そうか必然的にそのお芝居の勉強をすると声優学校とか行くと、はい、アクセントとかそういう方言とかアクセントの話にやっぱなるんですね、はいはい、そういうのを調べていくとその口のどの形、下のどの位置でどの音が出てるかみたいなのを分析したりとか。そんなことまでやるの？やりますやります。なんか口腔外軟口外とかありますけど、口腔外軟口外殺音とかっていう音があったりとか、はい、とかもありますし、なんかその方言がどうやって分布してるか、下牛論とかよく言うじゃないですか。そのカタツムリがマイマイって呼ばれてるのとデンデンムシって呼ばれてるのが東京とか京都を中心にこうドーナツ状に広がっていってるみたいな、はいはい、これはその都があって都が一番最新だけど最新から離れるにつれてこう時代が移り変わっていくから都を中心としたドーナツ型になっていくんだみたいな。それは今もそれは起こってるんですか？でもこのネットの時代なんでね、どうなんでしょうかね。でもやっぱ狭いコミュニティでどんどん代謝は良くなっていくんじゃないですか。だから東京でしかやっぱ流行らないことってあったりとかするんじゃないですかね。僕ね東京にも住み出して20年以上なんですけど、もうこれね聞いていただいたら分かりますけど全然関西弁が抜けないんですね。これ大阪から東京に来た人の3人の2人以上は大体ですよ、そうですね、もう大体標準語でちゃんと喋れるんですよ、僕今だに標準語でどう喋ったらいいか分からないです僕完全に抜け切りましたからね。今こうやって関西弁で話してる相手やから関西弁出るけどみたいな。それはやっぱりそれも一種のバイリンガル的なことなんですかね。でもそうだと思うんです。結構特技かもしれないです。標準語で喋ってる途中からもう関西弁にこうやって切り替えたり、逆にこうやって関西弁で喋ってるところから標準語に戻すっていうのも全然できる。それ心理的抵抗ないんですか？全然特技かも。それ自分のアイデンティティと関わってないっていうことや。つまり関西っていうのがそう、僕関西弁が自分のアイデンティティと多分ねものすごい被ってるんですよ。なるほど。それでなくなったら、何になるやろ、なんか違うものになってしまうっていうか、まあでもそうだと思いますね。僕関西弁って関西に住んでながらちょっとやっぱ荒っぽいなみたいな印象が若干あったんで、そうか、むしろ切り離したいっていうマインドはどこかにあったかもしれない。そうか、そういうことがあったんや。でもほんまにそういう意味では人間のアイデンティティって実は思わぬところで傷ついてたりね、する。だから僕は僕の先生から、名越君東京に行っても、関西弁だけは絶対捨てるなよって言われました。逆にカウンセリングのパワーがなくなんねんって。言葉のパワーがなくなるから、絶対関西弁でカウンセリングをしなさいって言われました。でもそうかもしれないですね。僕もその例えばなんですけど、こう人と話しててお母さんってこういうこと言ってくるよねみたいな、お母さんあるあるみたいな話をするじゃないですか。絶対にその時関西弁にやっぱなるんですよ。ってなるとやっぱりその故郷育った場所とか環境は関西に強く根付いてるとか根をこう生やしてる部分があると思ってて、自分の根っこからの話が逆にできなくなるかもしれないですね。標準語に変えちゃうと根はやっぱそこにあるから。それはでも役者はそれは必要ない。その役がだってある時は吸血鬼になるし、そうですね、ある時は白人になるし、僕神様役とかめちゃくちゃやらされること多いんで。神様なんかちょっと人じゃない上位存在みたいなやらされることめっちゃ多いんですよ。うまそうね。なんかね、うまそうや。説明がうまいタイプだから説明をさせられるんですよね。特にそうか、神は摂理やから。そう、あなたは今こういう状況ですみたいな回りくどい言葉回しで説明するのめっちゃ多い。聞いてしまいそう。なんか納得しそう、いやそれは名越先生もでもそのタイプじゃないですか。違うでしょ僕は。いやこういういいでしょう、関西弁の神、トイレの神様みたいな親近感ある。トイレの神様いいな。そうか、親近感ある神様。でも神様でも上位概念であなたここまで上がってきなさいよ系神様やな、あなたは。そうですね。僕は、いやもうそのままでいいんちゃうの神様やからちょっと違う感じはしますよね。レッド・イット・ゴーですね。そのままありのままで。まさにレッド・イット・ビー、レッド・イット・ゴーですよ。なるほどなるほど。
そうなんです。だからお芝居とかやってる時は結構そういうの多いですね。上位存在。上位存在。本当はどんな役やってみたいとかよくあるじゃないですか、役者になったら絶対悪役やりたいとか、殺人鬼みたいな人やりたいとか。でも今ちょうど稽古中の演目があって、なんか2月の半ばぐらいに、上演があるんですけど、それとかがなんていうひょうひょうとしたうさんくさいプロデューサーだけど敏腕みたいな感じの役で、めちゃくちゃ楽ですね、それやるの。さあやろうかみたいな、ああいいじゃんみたいな、こういうなんか、いやこれこうじゃないですけど、ああそうそうそうってもうすぐパッと表現できるみたいな、ああそうじゃああとは任せたよ、じゃみたいな感じでなってるバイバイってできる。変に鼻にかかってる声や鼻にかけると自分の本心隠せるっていうことなんですか？アナウンサー声とかちょっとうさんくさいみたいなのはちょっとやっぱ鼻にかかってるイメージ。鼻腔共鳴ってね、鼻腔共鳴よう言いますね。鼻腔共鳴して息の呼気量が多くなると結構そのアナウンサー声っていうの言われたりはしますね。それね、役者ずっとやってると、で今はそのちょっとうさんくさい敏腕プロデューサーですか、じゃないですか、それ例えば1ヶ月やると、世の中自分に関心を持ってる人結構いるじゃないですか。私ってどんな人なんでしょう。矢印がね。そう僕も性格分類の講座とかやったら、で私ってどういう人なんですかみたいなね、そういうのあんまり湧いてくる時間がないよね。そうですね。次と人格を乗り換えていくっていうか。いやそうだから僕役者やってるんですよね。こうなんで内向きにならなくていいっていうある種の逃避でもあるんですけど、自己分析をしなきゃいけないんですけど、自己分析との照らし合わせの連続だから、そうしなきゃいけないんですけど、ある意味その役について考えてる時間とか舞台上で役でいられる時間って、自分じゃなくいられる時間なんで、それが結構気が楽だから役者やってるっていうのはあると思いますね。なんか井上陽水さんかなんかのインタビューでそんなこと言ってたら、もう60過ぎてからの10年以内のインタビューやけど、もう舞台の上が一番楽やって言ってたいや舞台の上大変でしょと思うんやけど、舞台の上が一番楽だねっていう言ってたけど、同じかもしれない。でもステージの上嫌いなんですよ。その闇縁としてどこかに立ってくださいみたいな苦手なんですよめっちゃおもろい。その中でどのポジションが求められてるかがわからないから、闇縁というものを何のポジションとして求めてるのかがわかんないから。闇縁のポジションはないの？なんか難しいんですよね。自分でまだ定まってないかもしれないですね。でも分かる20年ぐらいやってんのに。確かにそういうとこあるあります。なんかその悩みながらなんとなく揺らぎながらやってるからずっと聞いてしまうみたいな妙なファンがついてそうな気が。いやでもそうだと思います。面白いね。いやだから現実逃避をし続けて20年。でも闇縁の時には現実がこう差し込まれてくるみたいな。差し込まれてくるんですよね雑談配信とかしたら今喋ってる内容つまんねえな自分とかなって、なんでこんなつまんない話ができないんだろうみたいな。なんで僕らタクシーの中でこんな盛り上がってるでもそれなんか分かるわ。なぜか分かる。それはあります。自分と相対する時が一番恥ずかしいね。いやそうなんです。そういうことでしょ。いや僕ね、一応闇縁ですっていう感じで聞いたじゃないですか、僕その時何も言えへんかったんですよ、なんでかって言ったら闇縁っていうこの言葉の中にね、なんかね真実探求の響きを聞いてん僕は。なんかなんやろね、全部こう美音につながるような感じじゃないんですけど、僕はそれでプロじゃないけど、なんかね自分の中のより深みの部分を出しますよみたいな、勝手にですよ僕は、勝手になんかこう4文字の響きに。そうでもそれすごい気に入ってる感じにあの時見えたから、自分の中の何かをこの中で知らん間に掘っていかはんのかなとか実は思ってたんですよ。あの当時話した段階でも15年ぐらいやってた名義なんで。そうなんですよ。そうなんや。なんかもう捨てらんないっすね。名前解明しようかなって思ったこともあるんですよ。もう役者で本格的にやっていくためにひらがな4文字っていうこの舐めた感じじゃなくて、ちょっともうちょっとカチッとしたやつにしようかなとか、本名を名乗ろうかなとか思ったりしたこともあったんですけど、
なんかやっぱちょっと捨てらんなかったみたいな、長年連れ添った妻だなみたいな感じの感覚が。いやだってさやっぱりこう見たらちょっと中になんとか J なんとかとかさ、はいはい、つけてもかっこいいじゃないですか全然すっきりするじゃないですか、ね、横文字似合う顔してますからそうでもそうじゃなくて、あそうかもう捨てられないんや。そうですね、悪い言い方でごめんなさい。でもまあある種腐れ縁的な。まあそうですね。もう腐れ縁なんてもういい言い方ですけどね。そうです、いい言い方ですか。片付けられないだけです単純に粗大ゴミ出すのいつだっけみたいな。うわでもそうか、自分ってでもそういうものなんかな、僕ねそれで初めて分かったことがあるんですけど、はいはい、こんなタクシーの中でこれどこ今走ってるんでしょうね発表していいですか。何ですか。僕ねゲームの時に、なんかいろいろつけてたんですよ、ほんであれは何やったかな、音切りそうじゃないわ、なんか怖いゲームが昔怖いゲームをやるときに、ほんだらこのゲームは鬼太郎にしますとかね、適当にやってたんですよ、でもだんだんネタが尽きてきてこの頃ね、全部ぼっちんなんですよ。はいはい、ご自身のね、はい、ニックネームでぼっちんっていうのはうちの父親が僕を呼んでくれて、しかも父親がある種子供ハイになってる時、なんか子供とか可愛いぬいぐるみとか、あるいはワンちゃんとかの時に「あープーちゃん!」とかやるじゃないですか、その時に言ってた言葉なんですよ、だからある種なんか擬音みたいな言葉ですよ、ぼっちんって。もう意味のないような意味が全然ない。ところがそれを自分が絶えずハンドルネームにしてるうちに、俺分かりました。どんどん子供返りしてるんですか僕も。ほんでゲームの配信してる時に子供返りした方が僕はこうのめり込めるんですよ、もう無心でね。無心で、それやっぱり名前って大事やね。そうなんですよ。名前は呪縛やな。やっぱりその僕もゲーム遊ぶときに、結構第三者の名前つけることが多いんですよ、この世界観に合う名前これだなみたいなつけることが多くて、でそのキャラクターごとそのキャラクター自分と切り離して楽しむタイプなんですけど、やっぱり作品によっては自分の名前つけた方がこれはいいなってやつは自分の名前つけたりとかするんですけど、俺も絶対今度ジョジョのゲームやるとジョジョにぼっちんって絶対つけやんとこもうちょっとこのジョジョに寄せたジョジョ。そうね、やっぱり命名大事ですね。大事ですね。なんか今まででこれはハマったなっていう命名なんかあります？うわちょっとこれ気に入ってるみたいな今パッと出せないなっていうのはありますけど、それぐらいいっぱい使ってるってことですか？そのゲームやっぱノベルゲーム、いわゆるその夜光虫とか、ああいう系のゲームとか、あとかまいたちの夜だとか、ああいう系のノベルゲームをよく遊ぶんで。そうや、そのかまいたちの夜や僕やったん。かまいたちの夜、あれよかった、面白かった。僕途中で大阪の商売人のおっさんに連れて行かれて2代目になっちゃって途中で終わっちゃったんですけど。なんか2じゃない？ 2 ですね。2かな1かな。2です多分。はい、すみません。それでじゃあそういうのになるとやっぱこう例えばですけど、そのキャラクターが花の名前から取られてるとか、なんかその宝石からモチーフになってるとか結構あったりするじゃないですか。ベタなやつ、リボンの生地のサファイアとか。そうですね、とかも一緒だし、でとかそういうのに合わせて、じゃあ花の名前でちょっと1個出してみるかってなったら、なんか名字を椿にしてみたりとか。椿ね、そうかとか、そういう感じで割と言葉遊び的な感じでつけること多いですね。ちょっと勉強になりました。いやでも TRPG のキャラ作るみたいなもんですよ。それこそそうかやってるじゃないですか、たまに TRPG やるんですけど、この間もディズムさんのとこでやったんですけど、その時もぼっちにしたんですよ。それはね、学園ドラマやったから、若い子のやつやからぼっちんでいい、相性をやった、それあれは成功しましたけど、もうちょっとなんか悪い役とかおじいさんの役とかの時は違う名前にした方が面白そう。例えば悪そうな名前とかね。悪そうな名前難しいな西条悪そうやでしょ。すごい、西条悪そうや。西条とか、あれ西条さんごめんでもそのちょっと低い声で西条って言ったら悪そうや。西条面白い。なるほどな、この言葉の響き、これも言語学でもあるんですよ。音象徴っていう概念が、音が象徴するっていうので、結構最近もあれになったブーバ機器効果っていうのがあって、丸いこういう図形、なんかブニョブニョブニョっとした図形とトゲットゲの図形を見せて、でどちらかがブーバでどちらかが機器です
どっちだと思いますっていう。そんなん絶対ブヨブヨがブーバやんか。でしょ、はい、っていうのがやっぱ7割8割ぐらいブーバがブヨブヨした方だっていうのを選ぶらしいんですよ。なるほど。世代とかあとどこのその地域かにもかかわらず、日本だけじゃなくてもちろん。だってやっぱりパキッとしてるとか、パリッとしてるとか、なんかそういう破裂音の時鋭角的なものを思うもんね、だしまあブーバーっていうのがなんかやっぱブーとかバーとかっていうのがやっぱこのそうか、ね、高振破裂音っていうんですかねとかがやっぱブヨッとしたイメージ、なるほど、になるのか。でもあれやな、面白いな。でも馬場さんってあるじゃないですか、でもあれは馬が走るとこでしょ。そうですね。もっとパカラッパカランみたいな感じにしたらええのに、あれはなんかバーッとしか読めないからババになったんでしょうね、僕いつもねあれはちょっとねそんなこと言ったらまた馬場さんに怒られるかもしれない。まあここは密室やから怒られへんやろ、いや馬場って好きなんですよ。僕ジャイアント馬場の大ファンでしたから、で馬場さんっていう人で僕が今まで出会った馬場さんは数人いるんですよ、全員めっちゃいい人だったんですけど、馬場さんって全然いいんですよ、全くいいんですよ、でもなんで馬がさっそうと走るとこで馬場っていうんやろなっていうのって、何かなんか語尾がありません？これは音声学的にどうなんですかね。さあそこまでちょっとね、馬が走る場所を馬場っていう発音でいいんですかね。でもね、馬上でもよかったわけじゃないですか。上と読んだってよかったのに、ちょっと晴れやかになってきた。そうなのに馬場ってわざと場所の場で読むっていうのなんかそうですよね、高田の馬場とかありますもんね、でだからそうか、全部理屈で、理屈全部つくとなんか浅はかになるから、そういうような疑問もあっていいんやろね。そうですね。僕も別にその研究をしてるわけじゃないんで、論文読んだりとかしてるわけじゃないから詳しくはないけど、こういうなんか引き出しとして面白いなって思いますね。人間ってやっぱりそうやって結局のところ自分とは何か世界とは何かをずっと考えてるんやろな。そうですね、なんて言ってる間に割と目的地周辺じゃないですか。もうほんまや、いやなんか思わず言葉の話題だけで終わってしまいそうですけど、ちょっと他にも話したい話題ありますけど、一旦ちょっとまずは飲みに行ってから。そうですね、そうしましょう。帰りまたタクシー乗りましょう。ここで降ろしてください。はい、お願いします。すいません。来た。乗ります。乗るか。そんなタクシーってそんな宣言するっけ？やめて。やめて。もうタクシー1回乗ってるから。タクシーについて詳しいから。まずは手を挙げて宣言すること。乗ります。素晴らしい。気づいてくれますからね、これで。で、乗ってください。じゃあいいですか、失礼して。失礼します。運転席の後ろの席が一番安全だから、そこに座って座りますね。すごい、自分がそっちに座るんだ。譲るとかじゃないんだ。座ってほしいからいいけど座ってください。では出発お願いします。走り出してくれた。お願いします。
乗れたぞ。あーすごい、名取さんタクシーに乗れてますよ。合ってる？合ってます合ってます。これでもう次からタクシー乗り放題ですね。よいしょがすごいからどこ行くんだろうな、このどこ行くと思う？わかんない、何も聞いてない、怖いよ。サプライズで。サプライズ怖すぎる。はいいやでもね、この間ねタクシーご一緒に乗った時は、なんかねいろいろインターネットの話しましたけど、結構話したね。ね、結話しましたね。局浅かった結構浅い話、ね、チャプチャプで草って言われそうな、いいだろ、インターネットなんて浅く広くぐらいがちょうどいいんだよ。ちょっとずつね、そう味見してるから。そういうこと、それこそね、なんか、去年いろいろありましたねみたいな話、ねしましたけど、なんかどうですか、こう配信以外で、なんかこれしたなあれしたなとかあります？配信以外だと、基本的には無気力をやってるんだけどやっぱりイベントは結構、そうかな、無気力の人、あのイベントの数できないっていうないや無理やり素晴らしい。イベント？イベント、音楽結構やった。そうですよね。いや私この話をずっと名取さんに聞きたくて。ドクン。いいですよねそんな目をじっと見て、いいですよね、ありがとうございます。いいですよね。いやめっちゃいいって思ってて、なんかそのなんかすごく前に、私がまだ VTuber になっていない頃の話なんですけど、なんか名取さんまだあんまりこそ歌見たも出してなかった時期みたいな、そうなんか歌が上手い子がやりますからちょっとごめんなさいみたいな、そうなんか私が歌う意味みたいな話をしていたのを聞いたことがあって、やばそう捨てたやばっていうのやめてもらっていいですかそうそれの記憶があって、そこからこう、爆誕とかを経てこう直近のセカンドライブとかを、やっぱ私は逆にそれまであんまり VTuber さんこうなんだろう見る時間もなかったのもあるし、ちょっとこうやっぱ己の活動も頑張らなきゃということで、あんまりこう深く見ないようにしてた。そうだってどうしてもあるじゃないですか。ある、なんか見ちゃうと影響されちゃってそう語彙が寄ってくみたいなってなっちゃうと思って見ないようにしてたのもあるんですけど、あれそういうのマジで。でもセカンドライブ拝見したんですけどありが名取と思ってオタクが帰ってきた。いやそういや歌を持ってすごくいい。いや本当にそうって言ってたところからのなんか、私未だにめちゃくちゃ覚えてるのが、私ふとすごく何年前の話なんですけど、朝になんか作業かなんかをしてて、インターネットツイッターとかを見てたら、あれ名取が配信つけてると思って、朝の突発歌枠をやってて、それの良さが私は結構ずっと刺さってて、いやこの女歌がうますぎるだろうと思って、もっと歌ってほしい。でもきっとこの歌の意味みたいなのをきっと名取さなはきっと分かっているはずなんだっていう、多分オタクがきっと5億人を思って多分今後方腕組みでだと思うんですけど、だからこそやっぱ最近だと今日作詞とかをされてるじゃないですか。そう始めた。そういう人が書く詩みたいなのがよくてからすごい嬉しいです。だから個人的に2025年名取さんの音楽活動超嬉しかったです。そんな超良かった。ありがたい。なんかもう、なんかいつの間にか折り曲めっちゃあるみたいな感じ、本当にすごいなっていて、でもなんかその配信だけじゃなくてもっといろいろやりたい気持ちがあるから、そう歌
頑張るぞみたいな。いやなんかそういうのもこう活動者ならではっていうか、活動していく中で分かるみたいな、そうやっていくぞみたいな気持ちになるって、そう新しい景色見せたるからねお前見とけよみたいな。かっけえいやでもそれで言ったらガミさんも、わおありがとうございます前こっちに行ったら次お前のターンある苦しい。いやでもライブもそうどうだった？いやあんなん知っちゃったらさーって、いやそう、ライブちょっと最高すぎるよってなる。そうあんなのさ、いや劇薬ですよ。いや本当にそうなんか私もそれで言うと、今までこう、歌ちょっと自信ないというか、あんまり印象なかった、そうでもちょいちょい、なんか自信なくて、なんか歌うまい人っていっぱいいるしみたいな、わかるそう側だったんですけど、やっぱ活動していくうちになんかその歌のさ、なんか力ってさみたいな、いやこれ、歌じゃなきゃ無理かもみたいな瞬間ってある、ね、歌だからできることとかの幅とか、パワーをだんだん知ってきたと同時に、やっぱり他の活動者さんのライブを見て、やっぱ食らうんですよね。いやそう苦しい、そうこんなのって見ちゃったらって、なんかポジティブに、なんか面白かったっていうのもあるけど、自分まだここに来れてないみたいな食らい方もあってかっこいい。いや違ういやでも分かるんですよ私も。そう私と同時にこれが己の世界観でできたら、どんなにいいだろう、どんなリスナーさんも喜んでくれるだろうみたいなのがやっぱりあって、でそれが去年私は2回食らってて、そのうちの1回が名取さんのセカンドライブと、もう1回が、水戸さんのセカンドライブ。わかるもうやっぱりお二人に共通してるのがオリジナル曲を主軸に置いてるからこそ、その自分の伝えたいことのパワーがすごくて、こんなの浴びちゃったら頭おかしくなっちゃうよと思って、なんかそのもうやっぱ頭の中に走馬灯のように流れるんですよね、今までのいろんな配信とか、サムネイルとかがバババババババみたいなみたいな。そうだからこそやっぱり己のライブとかはより頑張ろうって思いましたね。できることをやろうみたいな。そうやりたいこと全部詰め込もうみたいな、こんなこと何回もできるもんじゃないから。そういや本当にやっぱ、貴重な体験ではもちろんあるじゃないですか、そうだからこそこの一回一回にぶつけるぞみたいな。弱音吐いてらんねえって言いながら、弱音吐いたんですけど、弱音は吐くでもなんかこう普段の配信とは別のなんか晴れとけみたいな感じで、確かにそうなんかいつもはインターネット大好きですイエーイエッホエッホみたいなナルトダンスイエーイみたいな韻結んじゃおうみたいな言ってるけど、でもちょっとイベントとかでかっこいい姿を見せられると、ライアーダンサーとかさ、なんか、うわ俺の好きな女、私の好きな女、こいつですみたいなみんな見てみたいな。ちょっと確かに見なよ俺の推しをって言ってもらえるようにはもちろんなりたいですよね。いやもう完全にそれが発生してたよ、ガミさんのライブ。本当ですか？いやマジでなんかだからたまにオタクをそうやってビビらせることって大事だなって思う確かにかっこいいとこ見せたるよってそっか、ライブってオタクビビらせ会でもあるのか。そうサプライズとかでオタクビビらせたり、あり、そうだよな、適度な刺激をガッて与えることによっておいお前の推しこんなんやぞそうって確かにそういう会ではあるのか。楽しかったかみたいなだってそう確かにそうかも。でもそれが全身で分かった年でしたね、2025年は。いい年や。そういい年だった、本当に。いやまたやってほしい。やりたいですし見たいです。やってほしいです。そう今バチ忙しいんじゃないですか？いやまあねわあ
忙しそう。いやでもさ毎年やるの正気じゃないよ。なんか、名取はなんか毎年その3月に誕生日イベントがあるから、年明けてからはちょっと忙しいよピースみたいなのを偉すぎる、素晴らしすぎる。ファンのみんなも分かってるけど、でもなんか逆にさ、2時3時とか企業の人たちってさ、意外と秘匿されてる部分とかさ、そうですね、いつ何やってんだろうみたいな、ダンスレッスンこの人たちいつ受けてんだろうみたいな、確かに確かに、歌の練習ボイトレはみたいな、調べてみた、よくわかりませんでした。いかがでしたか？確かにそうかもみたいなのが、いつ言っていいのいつ言っていいのって私もこうずっと早く言わしてって思ってます。前のめりでそうなってたな。言えるまでのさ、言いたさ、やばい。いやそう、いやお前らビビらしてやるよ今年もみたいなこんなのがあるねんってなるな。でも確かになんかやっぱバタバタ忙しそうにしてて、それが告知された時のリスナーの、これか感というか伏線回収、そうそうは気づいちゃった、そうそうこれこれみたいなのもありつつ、あとちょっと恥ずかしい気持ちもありつつ、あんま気づかないでよみんなってみたいななんか忙しそうにしてるって違うからみたいな、暇だしみたいな全然そんななんか全然寝てたなんか暇だって思われたい。いやわかりますよ、なんかやっぱリスナーさんの中にやっぱ優しい子もいるから、そうね、ちょっとなんか心配もかけたくないし、やっぱなんかそう無理しないでって言ってくれる人も結構いるから、そう私やっぱなんかあとセンスある人ってなんか忙しそうにしてないじゃないですか。いやそれそれになりてーって思う。別にライブやるけど、みたいな。まあ確かにもう今度これの締め切りあるけど、まあでも自分の今まであったものをぶつけるだけだからみたいな言いてよって。でもさ、アップじゃほんまごめん、ちょっと配信できまったよみたいな。本当にごめんなさい、体力がカスでもうチートすいません、睡眠取らないと死んでまうみたいな。今日ボロボロなんでおやすみ。ごめんグー。そうまだセンス系になれない俺は。そうなんだよね、なりたい、かっこよく早くなりたい。いつかすごい暇そうにしたいからなんか暇そうな感じを出すんだけど、もうバレバレだからそうですよね、悔しいんだよな、年末あたりに告知、一体何の爆誕なんだ、何の誕生日なんだ、知らないイベントですね初めてって、そろそろ新曲作ってるのみたいなコメント言われて、は新曲それ知らないけどなんかあんのみたいなあるけど、なんだかんだバレバレになっちゃうんだよな。なんかでもそれも良さですけどね。まあね、なんか一緒に全てを楽しんでる感はある。だってやっぱ毎年恒例で、そういうでかいお冬べがあるって、やっぱ名取さんだからできることというか、だって流れてきますよ、おすすめ欄に名取さなすごすぎる、何者なんだかっこよすぎるだろこれで個人税みたいな、よいしょツイートすごいだからはえーってかっけーよって名取さなって思いながら。いやでもなんか、事務所もめちゃめちゃ人多いから、でもなんか一生ライブしてるイメージはある。2時3時さんどうやら去年一生ライブしてたらしい。いやそうだよね、なんかツアーやってワンマンやる人もいて、で我々もありがたいことにさせてもらって年末もあってみたいな、そうだからみんななんかライバーさんもなんですけど、その裏方というか、いろいろやってくれるスタッフさんもこの人たちはいつ寝てるんだろうって。いやそうなんだ、そう怖いと思いながら、すごい一生イベントやってるから、でもイベントっていい、イベントっていいだから、ごめん作り続けてもらえるか本当にごめん、適度に寝てご飯とかをちゃんと食べてもらった上でほんまにごめんやけどってちょっとね不足とか、そっかじゃあいっぱい寝て、じゃあ俺たちも頑張るからさみたいな、頑張るからできることあるからそうなんだよな、やっぱねリ
スナーさんが喜んでくれますしね。いやそうなんだよね。そう、一番なんかそれが原動力だし、ね、多分スタッフさんたちもそれが原動力な気がしますね。みんなニコニコでしたよみたいな。いやそれ絶対言う。そう皆さん喜んでましたよって。はあこっちが見れねえのによみたいな。なかなか見ることってできない。そうですよね。確かになんか私もそのライブの時はこう、なんか奥の方まで見えてるぞって勝手に思ったけど、実はなんか後ろの方でなんか石上さんに対してこんなことしてる人とかいて、自分の席からスタッフさんが見えたんですよねってニヤニヤって言われて悔しいって私も席の真ん中までこうやってかき分けて行かせてくれよみたいな、ダイブさせてくれよみたいな、そうって思いながらやってましたね。DJ もやったよんか。なんか DJ もやったんか。なんか2時3時、私の今回の DJ のテーマが2時3時のテーマだったんで、いろんな関わってもらってお世話になった先輩とか、同期とか、そこにあと名取さなさんとか、2時3時ちょっとくくらしてもらったんですよね。2時3時で、よし2時3時で言ってた。コメントのみんなもよし2時3時だなって言ってた。よかった、言ってた。そうどんどんもしかしてよし2時3時だなみたいな、名取さん2時3時説みたいなネタってもしかしてもうなのかな。でももう一生やってるし、でもなんか2時3時を初めて知った人がもう新陳代謝でどんどんなんかやっぱね、名取さなって2時3時じゃないなんか箱企画出てこないなみたいな。もう2時3時3じゃなくて2時3時でもういや2時3時ですからね、よし2時3時一生言われてる。いやすいませんありがとうございますいやそうですよ。だってなんかねタウンとかね全然隣町に引っ越すこと可能というかいるから隣町に引っ越せそうな子がサナヌイがいるから、全然送ることもできる、ぜひちょっとタウンよりちょっと一回り大きそうなのが怖いですそうなんだ。タウンの子たちよりもねみたいな、みんなって喋らないかわいい。いつかそういうアニメ作ってほしいな。見たい。いやそう DJ とか初挑戦させてもらって、すごい。サスケさんはどこまで？もうやっぱ私その、音楽のやっぱ詳しいマスターリングエディットなんかわかんないけど、なんかそういうちょっと音楽のガチガチの知識がないと、本物の人機材のあれのみたいなとかを結構全面的に協力していただいて、でもその今回のテーマがやっぱ石上のぞみと2時3時っていうでかすぎるテーマになったんで、それをなんか DJ って大体何十分とかやったりすると思うんですけど、5分尺ですって言われて5分尺目安なんですけど、別に絶対5分尺じゃなくて、大体5分とか10分以下とかみたいなと思ってどうまとめんだよって。結構綺麗にまとめて、ありがたいことにもうすっごいめちゃめちゃ自分の中でこれから始まってこうしたくてで締めはこうしたくてみたいなのが結構ガチガチにあったんで、そのつなげたい曲とかをバーって出して、それを何分使って何秒使ってみたいなのを、その今回で言うとできればその DJ って音のなんか気持ちいいつながり方とかを優先したりすると思うんですけど、BPM 合わせたりみたいな。そうだと思うんですけど、ちょっと今回尺感との勝負とかあってちょっとかなり特殊な DJ だったんですけど、それでもやっぱサスケの邪魔がそうちょっと話ずれるかもしれないんですけど、原口サスケさんが原口のサスケちゃまって呼ばれてる出典元が名取さなチャンネルってこの間知ったんですよね。そんなになんか普及してる呼び方なの？知らなくてなんか今回のその DJ でお世話になるにあたって、サスケちゃまさんと対談みたいなのさせてもらったんですよね、うちのチャンネルで。そこでリスナーがみんな「あ、サスケちゃまだすごいサスケちゃまと!」って言ってたから原口さんはサスケちゃまって呼ばれてるのかみたいな、それ DJ 界隈のなんかその流行りというか、なんかなんだろうなと思って、
なんか確かに名取さんも呼んでるの見たことあるし、有名なんやと思ったら、なんかマジでその何の突拍子もなく急に名取さんがそう呼んだっての後々知ってそうなのそうなんか急に配信で紹介するときに、なんか原口サスケちゃまって、急にその瞬間ブワッとなって降りてきたんだ。降りてきて、サスケちゃまみたいなちゃま感じで、それからはなんか結構 DJ の人とかをもうちゃま呼びすることがそう増えなんだ。ましたね。サスケちゃまに限らず可愛らしいな。私もじゃあ仮をサスケちゃまにお世話になって、もっとこうしたらいいつなぎになりそうですみたいな。おーすごい。そうそう、なんか私がこうつなげたい、でもちょっと権利とかあーだこーだの関係でこれは使えないから、ちょっとこれっぽい曲をちょっと私が探してきたんでこれお願いしますとか言ったら、ちょっと目を離した隙に、その私が探してきた曲がぽいみたいなぽい BGM っぽいぽい BGM みたいなのをやった時に、なんかこれでってしたら、なんかちょっと目を離した隙に、サスケちゃまめちゃめちゃ忙しいだろうに作ってきてて、なんかちょっとよりなんかちょっぽくないなって思ったんで作っときましたしかもそれ何のそのアップデート情報みたいな作りましたとか何もなく、ポンってきてちゃまっていう、なんかその技術力を見ちゃったから、なんかもし次 DJ やる機会があったら、己をもっとこう知識をそっち技術方面も深めてやりたいなって思いましたね。それこそDJ 思想バトルもあるなって思ったんで、確かにこことここはそうこことここでつなぎたいみたいな、そうだな。どうやって練習ね、どうやって。でも2時3時も DJ の先輩意外といらっしゃるんで。そっか、そう電音部そう電音部とか、二次フェスの DJ とかあったりするんで、でそれで言うとサナチャンネルさんはいろりちゃんが娘さんがめちゃめちゃ DJ をやっているから、そうだから娘に教わって名取さんの思想も見たいって思いますけどね。やりたいけどね。もう今は結構その、いろりちゃまについて知らない知らない運転手さんそう運転手さんそう運転手さんも聞いてくれてるもんね。運転手さん知ってる？いろりちゃん。いろりちゃまは、チャンネルで作ったオリジナルキャラクターで、最近は DJ のキャリアをスタートさせてすごいやってる。本当にいろりちゃまの経歴がすごくて、いろりちゃまにはもう、これ名取好きだけど、いろりちゃまみたいなそうなんだ。いろりちゃまは一応親の意向もね若干聞いてくれたりする。そうなんだ。萌え萌えなこれ好きみたいな感じで、やっぱりいろりちゃまにもわあいいな。やりたいな。いやいつか見たいですけどね。いいね。キャッキャ。またやってよ。やることないの？いつやるの？にからさせてください。にからやりたいよ。DJ イベント単体でほら二次フェスとかでやってたの。またやってよ。やってよ呼んでよ。やりたい。見たい。それこそなんかね、やっぱ VTuber の DJ フェスってあるけど、よりさらに規模を大きくして、みんなうおーってうおれるような、ね、イベントとかあったら絶対熱いからね、やりたいな、オールナイト。やりたい、見たいし、全然参加したいね。したいですよね。全然普通に観客側でもいいから、そうね、したいな。カメラを置いていただいてみんな楽しんどるいいじゃんみたいな。知ってるよこれイエーガーってやつでしょなんかお薬みたいな味がして美味しいんでしょ。知ってるよって。みんな飲んでるの知ってるよって。私にも置いといてって、なりたいな。なりたい、やりたいからちょっとそういうのもなんかしていきたいけどな。いろいろといろんなね、いろんな遊びをオタクに見せてやっぱいますからね、オタクたちもそういうのに詳しい子たち。どういうこ
見たい人ももっといると思うけどなあやりたいな。まあ一旦勉強からか。学びって必要。学びって必要。そろ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 ですか。どこに行くんだろう。手を挙げて降ります。別に降りるとき手挙げなくていいの。支払いはペイペイでお願いします。ワオンじゃない。ペイペイそんな感じだったっけ。ペイペイみたいな感じじゃないですか。ありがとうございました。ありがとうございました。忘れ物ないです。オッケー、ないです。よかったよかった。チェックしてもらってね。足元とかになんか落ちてるかもしれないからね。スマホ落ちてたわ。危ない。よかった見ておいて。危ない。ありがとうございました。ありがとうございました。降ります。お疲れ様です。いやすいません、またなんか誘ってもらっちゃって。いやでもすごくね前回盛り上がったんで、先日話した時も盛り上がったからね、画材屋さん行きたいなと思ってさ。いいじゃないですか、行きましょうよ。楽しみ。楽しいよ楽しいよ。いいですね。画材屋さんロマンに溢れてますよね。いやそう、でも画材屋さん行くとトイレに行きたくなるのってあれ何なんだろうかな。私本屋さんでトイレ行きたくなります。私もう本屋さんにもなる。で画材屋さんでもなる。なる。何か探してる時トイレ行きたくなりません？なんなんだよ、どこが反応してるね。心と膀胱が連動してる。楽しむ心が出ちゃってるみたいな。家でも探し物してる時絶対トイレ行きたくなるんですよね。一回トイレ行く。一回トイレ行ってね。でなんか整理してから個室を求めてるのか探な。すからいろんなところを。そういうこと。ちょっと誰か研究研究してほしいですね。誰か論文にしてほしい。確かに。いやーすごい変な話ね、すごい変な話。乗車していきなりトイレの話。やだもう。やだ。楽しみだな、画材屋さん。画材なんか絵を見るってなった時にやっぱ画材もねちゃんと見ないとわからないことがいっぱいあるので、画材とかもね見るんですけど、やっぱなんか絵って見るときに使ってる道具とかめっちゃ気になるんですよ。どうやったらこの力強いストローク、筆の筆致の感じとかが出せるんだろうかとか、筆のサイズどれくらいなんだろうとか、なんかそういうのが見る側だと全く描かないから全然想像できないんですよ。いやなんかもう画材が結構好きな、作家さんとかの、ツイッターとか見て、全く同じやつを揃えてみて、
そうこの人これで線が引いてるんだみたいな、じゃあこの同じ色鉛筆買ってみようとかってやって自分でやって、あれは技術のなせる技だったかみたいな。いやでもおもろいですよ。なんか同じものを使ってて同じサイズで描いてても人によってできるものが全く違うじゃないですか。そうだからそれがなんだろうね。なんかデジタルってこう、なんていうかこうソフトのブラシの中でなんかデジタルもデジタルでこの作家さんが使ってるブラシとかをこう聞いてやりたいっていう気持ちと、やっぱアナログはもう目の前にそれがあるから、なんかそう私勝手にアナログ過激派なので昨今やっぱりなんかこうデジタルよりアナログの方が少なくなってるから、そうだからついなんかアナログ画材見てほしいなっていうので、自分家の動画でもねちょっとうるさいおばさんになってるんだけどアナログでわかります。でもね、デジタル写真より私もフィルム写真の方が好きですから、でもちょっと通ずるところはありますね。でもそっか、写真もありますもんね。写真もね結構過激な人過激ですね。ただフィルム高いのでもう年々値上がりしてるんですよフィルムって。確かになかなかね辛いものがありますね。そう昔からあるものって最近、ねこうもっとより便利なものが出てきて安くなってるから、なんていうか昔からあるそのアナログ系のものって、なんか売られる数が少ないせいでどんどん値上がりしてるみたいなのがあるから、めっちゃわかるっていうもうどれだけバイト頑張ったかフィルムのためにずっとバイトで、画材とかもね、お安くはないわけじゃないですか。髪がどんどん長くなってるんですよ。髪そうだと私が好きな作家さんが使ってるからこれ使おうと思って買ってるフランス製の画用紙があるけど、ね、ついに1万円を超えましたね。そう、まあ、1枚じゃなくてなんかこう何枚かセットでっていう感じだけど、こんなに上がっちゃったって去年思ったのをそう記憶に新しい。いやー本当に悲鳴が出てきちゃう。悲鳴が上がった、こんなに上がったのみたいな。だからねこう代わりになるやつとかを結構探したりとかするけど、いや物作るには金がいりますからね。金がいる。世知辛くもあり、でもやっぱりね、アナログいいぞ。いやわかります。アナログじゃないと出ないものってやっぱなんか物理的に、なんかこのなんか何かの良し悪しとかなんかスピリチュアルなものではなくなんかその質感凹凸の感じとかはやっぱりアナログじゃないと出せないなと思いますし、なんか美術館行くのが好きなので、美術館に行って見るっていう点ではやっぱその画像データじゃわからないものがあればあるほど楽しいよなと思ってるんで、私もそういうなんかアナログならではのものを見るの好きですね。でもそれで言うとやっぱりラデンちゃんの美術館を見るポイントみたいなのと、めっちゃ聞きたい。ちゃんと聞きたい。なんだろう。まずなんかこうまず美術館を選ぶ基準っていうのかな、なんか企画展でもいいし、この作家さんだこの画家さんだから見に行きたいとか、この展示方法なんか特殊的だから見きたいみたいな、なんかどういう基準があるのかなってなんかちょっと結構気になって、私もそれを基準に美術館行きたいなって。なんか結構、その展示を見つけるとき、東京アートビートっていうサイトがあって、そこすっごい便利でめっちゃ便利なんですけど、ちっちゃいやつめっちゃ入ってる。ちっちゃいやついっぱい入るくらい便利なんです。ここがなんか例えば展覧会調べるっていうところがあって、エリアを選択してくださいって言われて、東京都とかで期間を選択してください、もうすぐ開催とか今やってるとかも選べて、で検索したら今やってる展示がダーって出てくるっていうのがあって、そこ本
当に便利。そんなのあるんだ。そこのサイトで見て面白そうだなと思ったところにフラッと行って、で一回美術館行くと、美術館って他の美術館のフライヤーとかチラシいっぱい置いてあって、そこで芋づる式にそのチラシ取って、じゃあ次はここに行こうかなとか、もうシンプルにここは行ったことないから行こうと思って行くこともありますし、なんか割となんかそのなんだろう、もうほんと芋づる式、もうずる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 っていう風にもう導かれる、美術館に導かれるように次の美術館に行くっていうあそこのフライヤーいっぱいある棚めっちゃ楽しい。いや楽しいんですよ、あそこね。なんか楽しそうなものがフライヤー輝いて見えるんですよね、おっと思って。なんかいけないなって思いつつもフライヤー可愛いからもらっちゃうみたいな。でデザイン最近すごいんですよね、フライヤー、めちゃめちゃなんかデザイナー呼んでみたいなデザインのやつがあってシェフを呼んでじゃシェフ呼んでデザイナーを呼びなさいみたいなすごいこだわってて、フライヤーもそれぐらいでも広告っていうところにも力入れてるんだなと思うし、自由割となんだろう、基準はないみたいな。基準はないですね、なんかいいなと思ったのに行って、いいなと思ったら結構日本全国どこでもわーっと行って見て満足って言って帰る。いいな。美術館は楽しい、もう好きなんですよ美術館って。なんだっけ、前のその動画の中で言ってた、美術館はこうなんだっけあれ、このちっちゃいやつなんだっけ、この絵の下についてちっちゃいキャプション。そうキャプションは2週目に見るってやつ。そうあれ聞いてからやりてーってずっと思ってて、あれ嬉しい、ありがとうございます。見てくださって、それめっちゃ覚えてて、そうですね。なんか1週目なんだろう、美術館の面白さみたいなところって大きく分けて2個あって、1個目がこれを残すっていう愛を持ってる人が守ってるっていう面白さと、分からない面白さっていうのがあると思ってて、なんだろう、これゴッホのひまわりとか見て、ひまわりってもうちょいなんか元気な時に描きゃいいのに、なんかこの枯れかけみたいなのを描くんだ、なんでだろうみたいな、このわからなさはやっぱキャプション文字情報を見ずに、なんでだろうとか綺麗だなとか、そういうのが楽しめると思ってて、だから文字情報は最初見ない方がいいんじゃないかなっていうあれなんですけど、いやもうそもそもなんか2週目っていう概念がなくて、そうだからもう1回通ったらもうその絵もじっくり見て、でその絵をこうよく見たらキャプションも見て、でっていうその絵の1個の滞在時間を長くしてみたいな感じで見てたから、確かになんか、なんて言うんだろう、1週目普通にゲームやって、で考察サイト見てからその絵をもう一周見るみたいな、そういう感覚かなってそうです聞いて思って、それめっちゃやりたいと思ったの。いやおすすめですよ、めちゃめちゃおすすめ。ただ広すぎるところでこれをやると2週目の半分ぐらいでちょっとなんか疲れたかもしんないってなるから、ちょっと大きすぎるところでは推奨してないんですけど、確かにちょっとなんかってなっちゃう、確かに体力勝負だもんね。体力勝負結構ね、ずっと立ってますしね、立ってるし頭使うしね、ずっと頭でなんか考えてると、絵見るの好きですね。まあ書く側の人間ではねないんですけど、やっぱ絵うまいなーって思うことがいっぱいあって、でもこれなんか結構その美術史の授業とかの哲学とかやってると出る問いなんですけど、絵がうまいって人によって基準がバラバラで、聞いてもいいですか？絵がうまい人、私こういう人とか、こういう絵は絵がうまいってなる自分の中での基準、私が、なんかこう絵がうまいって表現するのかちょっと分かんないんだけど、なんか
こんな人になりたいなって思うのは、なんかこの人は自分の表現を、なんかこう自分がこれがすごく好きな表現だっていうのを見つけてる人を見ると、そうなんかこの人の絵っていつも、例えばなんかこうネットとかでもこういろんな方のイラストとか見た時に、この方いつもこのモチーフというかどんなモチーフでもこうちょっとなんていうかくにゃっとした描き方するなみたいな人がいるとしたら、この人はこれが自分がすごく好きだってことに思って好きなものをちゃんと見つけて描いてる人なんだなって思うと、うわこんな人になりたいな、かっこいいなってすごく思うっていう。だから私が思う、そう自分でなんかそう私の中では結構こう実際にあるものをこうちゃんと正しく描くのがうまいって思ってる節もあるんだけど、なんかこうその一方でこうすごくリアルじゃないけど、この人はなんか自分はこの表現が好きだっていうのがちゃんと出てる人になりたいっていうのがあります。なんかいい、なんか魂が乗ってる感じしますね。なんかそのこれが好きだっていう、なんかその自分の意志、魂みたいなのがそのまま反映されてるのが鑑賞者にも分かる。いやでもそうか、確かにそれ見たらうまいなってなるな。なんかもうなんかこの人は絶対こう唯一無二になろうとしているんだなっていうのを感じるのがすごい好きで、こんな絵が描けたらいいなってすごく。そこにやっぱ終着点はそこなんだ。こんな絵描けるようになったらいいなって。それでいうと結構私は自分の夫は結構それに近いタイプの人だと思ってるから、なんかいつも夫の絵を見ると、なんか隣の芝が青いって言いますね、言うんですけど、もう青すぎてネモフィラ咲いてるよってよく言って青い綺麗なね、やつね。そう青い綺麗ね、うちの夫の絵もねすごいかっこいいの描くから、ずっと横でなんかうまくていいねみたいな感じでちょっと嫉妬してるじゃない。だいぶ嫉妬してるでもいいですね。なんかそういう人が近くにいるとね、刺激にもなりますし、そう落ち込みもするっていう。でもすごくいい関係だなと思います。素敵だ。そうか、こんな感じかな。私が思う絵がうまいっていうか、こんな絵描きたいなって思う人はでもめちゃくちゃ好きな作家さんとかっていらっしゃる？画家さんだと、中村博さんっていう、静岡の画家さんがいるんですけど、その方はすごく好きで、なんかそのなんだろう、パッと見すっごいインパクトがある、衝撃がある。例えばなんかセーラー服を着た少女がいるんですけど、一つ目だったりとか、あとはなんだろう、その戦争画とかも結構描いていて、なんかその戦争を描いてるけど、その人の死を直接的に描いてるわけじゃなくって、もう誰かのどこかのドアップを描いてたりとか、なんかそういうなんだろう、実際の事実を元にしつつもご自身の手でそれを再構成してるっていう方がいらっしゃるんですけど、なんかその中村博先生の絵画がうまいなって思うのは、なんていうのかな、この人絵描くのが好きで仕方ないんだろうなって思うんです。それが絵画からにじみ出てて、それかな、この人絵描くのが好きで仕方がなくって、だから続けてるんだって思える人かながうまい人だなって。その方も70年ずっと絵を描いていらっしゃって、だからもう本当になんだろう、最近お亡くなりになられて、それこそ今月か、今月お亡くなりになられてびっくりしたんですけど、なんか絵画ってその方が亡くなっても残り続けてくれるから、その人の持っていた情熱
っていうのがその人はいなくなってしまったけど作品から分かる、で情熱がすごく伝わる、ね、その情熱はなんか絵のテーマに対する情熱でもあるし絵そのものに対する情熱でもあるみたいなのがすごいビシビシ感じるんですよ。それかもしれないです。絵が上手い人好きとか情熱とか、なんかデッサンの上手い下手じゃないんですよね。なんかそうなんか、そうなんだよね。やっぱり、そういうなんか哲学っていうとなんか重たいのかな、感情みたいな、そういうのが感じられる人になりたいなって、そうなんか言語がうまいやもうなんか私はね絵が描けないから言葉にするしか手段がないんですけど、でも絵描ける人はこういうのも絵にできるんだろうなって思うと羨ましくなっちゃいますね。やっぱみんな画狂老人万事になりたいんだって言って北斎さんだ。北斎さんのなんか80歳だかその辺の何を考えてたのか分からないペンネーム画狂老人万事何を思ってあの名前をつけたのか北斎さんは、ね、いやでも十分画狂老人だけどねってもうこの時代になるとね、こうあんなにたくさん作品が残ってると十分画狂だよって思うけど、それでも足りないからそういう名前をつけたんだろうなって思うとなりたいね、画狂老人万事。うわいいじゃないですか、画狂夫人とか画狂夫人ペンネームをそうか面白いな。これいろんな人に聞きたいですね。聞きたい。あなたにとって絵がうまいってどんな人ですかとか聞きたいですね。いろんな答えが返ってくるんだろうな。確かに絵って言葉を超えるじゃないですか。なんかそうね、言葉は壁があるけど、世界規模で見た時に、絵ってその壁をいともたやすく超える力があるじゃないですか。絵の可能性すげーって思って、そうなんか、スペインだったかな、スペインに住んでる男の子で、なんかその子が高校生ぐらいの時からずっとこう YouTube 投稿してるのを見てる子がいて、当然言葉は全然わからないんだけど、絵がめちゃめちゃ可愛くて、でもうすっかり気づいたらもう全然大人になってるぐらいずっと見てた子がいて、こうちのチャンネルを見てると結構たまにこう外国語でこうコメントしてくださる方もいて、わ素敵。そうこっちも外国から見てる、私たちも外国の子を見てるけど、そう海外の方もうちを見てくれてるんだっていうのを感じると、なんか絵描いててよかったなってちょっと思う瞬間はあるかも。素敵。そうやっぱ絵で何かを紡げるって本当に素敵だし、それをやり続ける人って絵が好きなんだろうなと思って、なんか羨ましくもありますね。なんかそうやってなんか絵を描ける情熱があって、それをこう目の前の紙に描き表すことができて、そういうのってすげえ尊い仕事だなと思いますね。でも全然関係ないんだけど、そのスペインの子のイラストがこの前、コピックさんの本社に行かせていただいた時に、その子の絵が飾ってあって、そう見ちゃったと思って、すごいここで出会えちゃったと思って超びっくりした。そうめっちゃ感動した。すごい。そう思いがけずって、もう夫と2人でマジでとか言ってもうめっちゃ近くで見ちゃって、そう超嬉しかった。すごい。そういうご縁も運んできてくれるんですね、絵画は。ありがとうと思って、いろんなものを与えてくれる。でもそれで言うとラデンちゃんもなんかこう絵画のなんか絵画ってやっぱりこう歴史の授業で出てきた覚えなきゃいけない単語の一つみたいな感じで終わっちゃってる人が、そうそれいっぱいいるんだろうなって思ってる中で、こういう見方もあるよっていうのをこうカジュアルに配信で発信してるから、それこそ最近出してたお歌
ジャパンの美術史覚えましょうですね。あれもね、水平リーベ僕の船あるじゃないですか、あれの美術史バージョンが欲しいと思って、あれ作ったんですけど、いろんな人に聞いてほしいですね。いやそう、あれ、絶対めっちゃ助かってる学生さんいると思って、しかも時代別にちゃんと分かれてるじゃない。そう、この時代はこの美術品があってって、あれ多分本当命を救ってると思う。大げさな。いやオタクってそういうもんよ。そうですか。そう、私学生時代、ヘタリアって漫画あるじゃない。知ってます、ヘタリア。国の擬人化した、そう現代史、歴史か、そう現代史の第一次世界大戦ぐらいの時期って結構こういろんな国々がこう登場して、いろんな条約があってとかってぐちゃぐちゃしてるのを全部ヘタリアのキャラクターで漫画に起こしたことがあって、そうそれで90点取ったことがあるから、すごい。好きなものはオタクを救うから、ラデンちゃんは多分すごい数の学生を救ってると思う。いや命をつなげてたらね、いいですね。なんかね、命はつなげないまでにしてもこうご縁というかね、今後もなんかつないでくれる曲になるといいなーなんて思いつつ、いや私はめっちゃ思った。それはめっちゃ思った。お、あれはぼちぼちじゃない、あそこじゃないですか。でかい看板は世界堂じゃないですか。いやー出た世界堂。私もちょっとインク見ようかな。ぜひぜひ。あとなんかこうすごい盛り上がって、めちゃめちゃ 3D にできるやつとかもね紹介したいので。気になります。行きましょう行きましょう。やりましょう。でそこの領収書も全部うちの夫にね任していてね。ありがとうございます。運転手さんも一緒にどうですか。行かない。いや行かない。楽しいですよ、キラキラ絵の具とか。そうですよ、見に行きます。仕事そろそうなんだ。すいません。さよなら。お疲れ様です。もしもし、タクシー1台。はい、そうですね。下北沢シェルターの、脇んとこの細い道で、ちょっと機材とか多いんですけども、もうすいません。はい、メガネして、小柄な感じです。はい、待ってます。お願いします。